9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM の時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。東京都台東区上野恩賜公園で熱いイベントが開催されるようです。2025年8月28日木曜日から31日日曜日まで上野動物園弁天門前にて初開催される新感覚フェス超ハイボール祭 in 上野公園が注目を集めています。本イベントの最大のポイントは炭酸水で割り放題。自分好みの濃さに調整して楽しめるまさにあなただけの一杯を作り出せる仕掛けです。会場ではウイスキー65種、スピリッツ18種、柑橘、ベリー15種、スイーツリキュール27種、合計125種類のお酒を飲み比べできます。専用の超ハイコインを使ってスタッフが注いでくれる一杯を自分仕様に炭酸で割ってカスタマイズ可能です。また味わいを可視化した六角形のテイストチャートも用意。甘み、酸味、苦味などを直感的に把握しながら選べるので迷わず楽しめます。気に入った一本は即売会、超ハイバザールで購入も可能。自宅でもお気に入りのハイボールを再現できます。ただし限定銘柄は品切れもあるためお早めに。さらにチーズやナッツ、ドライフルーツなどの定番おつまみに加えトッピングも用意。キッチンカーも2台登場し、ハイボールと相性抜群のグルメも楽しめます。チケットは現在前売り販売中で8月27日まで購入可能。専用コイン16枚付きで2800円、グラス付きだと3700円です。開催期間中は同価格で14枚分のコインが付きます。チケットは会場や全国のセブンイレブンで購入できます。自分だけのハイボール、ちょっと気になりますね。夏の締めくくりにふさわしいイベント、ぜひチェックしてみてください。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。アイルランド北西部ドニゴール州から新しいシングルモルトの話題です。アーダラ蒸留所が自社名を冠した初のウイスキー、アーダラシングルモルトアイリッシュウイスキーを発売しました。特徴はスコッチやアイリッシュではほとんど見られないオールグレーン飲製法。これは麦芽をろ過せず黒粒ごと蒸留する方法で大麦の個性を最大限に引き出します。今回のウイスキーは 55ppm のピートの強いスモーキータイプ。3回蒸留を行い、バーボンダルとシンダルで熟成させました。香りは甘い穀物、イチジク、ココナッツ、そしてタバコ。味わいはベニエや洋梨のコンポート、アーモンド、レザー、焚き火の煙。余韻には柔らかくスモーキーな焼きリンゴが残ります。2025年版は世界で1万本の限定生産。このうち2000本はカスクストレングスで蒸留所のビジターセンター限定販売。残りは8月にアイルランドと英国で、9月からは世界市場で販売されます。価格は90ユーロ、アルコール度数 46%。伝統的でありながら革新的な作りの一本。アーダラ蒸留所の挑戦に注目です。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。
それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はザ・レイクス蒸留所からザ・レイクスシグネチャーです。ザ・レイクス蒸留所は2011年、ポール・カリー氏によって創業されました。場所は老朽化したビクトリア時代の農場を改装したもので、スコットランド国境近く、ユネスコ世界遺産にも登録されている自然保護区、湖水地方の端にあります。2015年7月、アン王女が正式に蒸留所を開所。それ以来、同蒸留所は英国でトップ10に入る観光蒸留所となり、年間10万人が訪れる人気施設となりました。2016年には蒸留所設備部門でディステラリーマスターズ賞を受賞。初のシングルモルトザ・レイクス・ジェネシスの最初の99本はオークションにかけられ世界記録を更新しました。1本目は新しい蒸留所からのウイスキーとして史上最高額、およびオークションで落札された英国産ウイスキーとして史上最高額となり、価格は7900ポンド。残りも1本平均900ポンドで落札されました。現在は2024年に英国ワイン賞のナイティンバーに買収され、初のシグネチャーシングルモルトがリリースされました。今回ご紹介するザ・レイクスシグネチャーは、レイクス蒸留所を代表する定番商品として位置づけられ、一連の樽を通してスピリッツを育成し、新たな魅力的なフレーバーの無限の可能性を解き放つというワインの技法で知られるエレバージュを体現しています。最高級のヨーロピアンオークとアメリカンオークのオロドソシェリーダルとペドロヒメネスシェリーダルで熟成され、独特の余韻を持つ際立った多層のシングルモルトになっているとのことです。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は赤みのあるブラウンですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはレザーに多くの渋い香り。ミドルノートは赤いフルーツの甘酸っぱい香り。ラストノートはカカオの多いチョコレートに剥きたてのオレンジの皮が柔らかく香ります。では味わってみたいと思います。口当たりはソフトで、ボディはライトからミディアム。サルタナオレンジやイチジクなどのフルーティーなニュアンスから、果樹園のような爽やかな広がりを感じます。飲み口を進めるとバニラの甘みからシナモンやナツメグの柔らかいスパイスが心地よいコクを表現しています。フィニッシュはお酒に浸したレーズンなどの果実の風味に、ナツメグのスパイスが溶け合い、非常に上品な余韻が長く続きます。これは美味しいですね。ウイスキーでありながら非常に上質なワインを飲んでいるような印象を受けます。最初は柔らかく軽い味わいですが、飲み口を重ねるごとにウイスキーの深みのある味わいが徐々に広がります。フルーティーでオーチャード、優しいスパイスと相まって心地よく、統一感のある香り、味わい、余韻が優雅に感じられ、
これが定番ボトルと思うと贅沢なウイスキーになっていると思います。これは文句なしのストレートでおすすめしたいですね。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはハイランドのグレングラッサ蒸留所からグレングラッサポートソイをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。